嫌な予感。ずっといい予感しかしてこなかったのに、そんな楽天家な私なのに嫌な予感がする。なあ、おい。寝てたのか？このように本基地は学校としての体裁が整っています。詳細は後ほどあなたたちの担当教官から説明があるので確認しておくように。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから話しねか。出ないと寝ちゃいそうだぜ。寝る。そうだな、寝よっか。って寝ないために声かけたんだよ、こっちは。寝てる。そこ、堂々と寝るな。ああ、ちょっと貧血起こしたみたいで。おい、起きろよ。頭がシャッキリした。夜寝ないで済む。よく今の一瞬でそんな効率よく睡眠が取れたな。目が冴えちまったよ。なんか話しようぜ。それはこっちから持ちかけたんだが、ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。何がすごいかって？何もすごくないよ。私は普通のどこにでもいる人間さ。ただ音楽にかける情熱だけは誰にも負けない。それだけさ。おー、じゃああれだ。絶対音感を持ってるとか、人には聞こえない周波数まで感知できるとか、そういうやつだ。そんなすごい能力はないよ。音楽を愛してる。それだけさ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。バンドでギターとボーカルやってたんだ。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？あたしは泉ってんだ。こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッドというハッカー集団の名は聞いたことあるかな？世界的に有名なんだけどさ。オーキッド？あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンドギャイアグレイボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。違うよ。なんだよそのテンションの変わり方。それにギャイアグレイボドドドドーって叫び散らすバンドなんて嫌だよ。いやなんでさ、イライラが溜まってさ、もうどうにも自分をコントロールできないってなった時、お前どうすんだよ。どうするって、そりゃちょっとは他人に当たるかもな。普通ギャイアグレイボドドドドって叫ぶだろ。叫ばねえよ。叫んでもその言葉だけは選ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソーぐらいは言うかもしれないけどさ。それほとんどギャイアグレイボドドドドじゃねえか。いやクッソーとギャイアグレイボドドドドーには天と地とまでは言わないけど相当な差があるよ。なんだろう、そこを優先席なんで譲ってあげましょうよと。おめえいくつなんだよそこどけーぐらいの差がさ。あんま変わんないじゃん。すっげー違うよ。おめえいくつなんだよそこどけーより上あるか？あるよ。一生座るな。死ぬまで立ってろ。死んでも立ってろ。仮装して埋葬されると思うな。塗装で盾に刺す。あったー、死んでも立て。寝たい。死んだら横になりたいだろ。って納得するか。ハッカー集団の説明1ミリたりとも進んでない。オーキッドの話させろよ。オーキッド？あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンドギャイアグレイボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。
コピペしたみたいに最初のセリフに戻るな。怖いわ。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。もうちょい作り込みましょうってデバッカーに提案されるわ。そこギャーギャーうるさいぞ。ギャーギャーなんて一言も言ってねえよ。ギャイアグレイボドドドドドドーだー。魂の叫びなんだよこのクソが。何あの人、司令官に向かってなんて言葉遣い。いやいや、周りが引くほどキレるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。お前そんなキャラだったのか。クールキャラだと勘違いしてたよ。人を見た目で判断するもんじゃないな。サンクス。全く褒めてないからな。やべえ、初日からとんでもないやつに話しかけちまったよ。何の音だ？全員防衛態勢移行してください。防衛態勢？なんだ、戦争でも始まるってのか？おいおい、戦争なんて経験したことないぞ。おい、マイペースだな。司令官、防衛態勢って言ってたけど、とにかく急いで外に出た方がいいみたいだぜ。急だな。どうした？出撃だね。七瀬、状況は？キャンサーの軍隊が先ほど第二次防衛ラインを突破。30分後にはこの基地へ到着すると予想。敵の総数はさほど多くありません。哨戒部隊だけで対応は十分可能です。そう。いい機会だからあなたたちに後方支援をしてもらおうかしら。急いで出撃準備を整えて。あたしら？嘘だろ？あの人誰？それすら聞いてなかったのかよ。セラフ部隊を統括する手塚司令官だよ。時間もないからすぐにブリーフィングを行うわ。よく聞いておくように。残念、私は群れるのは苦手でね。勝手に行動させてもらうよ。人類の存亡がかかってるんだから群れろよ。一つになる時だろ。柄じゃないんだけどな。いいからいいから。で、出撃ってそのままの意味。これから出撃して敵を足止めしてもらうわ。無茶な。安心なさい。私も近くで指示とサポートをするわ。万が一の時はすぐ助けられる位置で。では出撃。あなたたちで最後みたいね。急ぎなさい。この先に集合地点の橋があるわ。ついてきて。一体何が起こってるんだ。展開が急すぎるぜ。とりあえずついていくしかないみたいだな。急がないと。あーかったる。何事や。まあええわ。うちの実力見せつけたる。ついに来たよね、この時が。見ていて、お母さん。一体何が始まるんだろう。キャンサーの軍隊は現在第3次防衛ラインまで近づいています。準備はいいですね。ちょっと待った。そうだよ。急に言われて準備なんかできてるわけないだろ。問題ありません。戦闘の準備はこちらで十分に整えてあります。ではご案内します。ずいぶんと寂れた場所まで来たな。安心しなさい。
ここは激戦区ではないわ。あなたたちの役割はあくまで後方支援。集中して戦えば命を落とすことはないわ。そんなの何の気休めにも。ってあれはもしかして。注意して進みなさい。なあ、向こうにいるのって。あれがあなたたちの敵、キャンサーよ。データでしか見たことなかったけど、目の当たりにするとでけえな。あんなのに対して何で戦えっていうのさ。こちらへ来なさい。立ち向かう術を教えるわ。あなたたちはセラフと呼ばれる武器を扱えるようにすでにこちらで手配済みなの。あとは電子軍人手帳を天にかざし、セラフィムコードを口にすればいいだけ。それぞれのセラフがあなたたちのもとに舞い降りるわ。いきなり中二病ワードがポンポン飛び出してきたな。セラフィムコードはそれぞれの電子軍人手帳に記載されているから取り出して確認しなさい。まずはこうかざして。私のセラフィムコードはこれか。ハローワールド。なんだ、ブラックホールか。そっからなんか降りてくるぞ。武器のような形をしているな。すごい冷静だな。すげえ絵だよ。その通りだけどさ。それがあなたたちの武器、最終決戦兵器セラフ。私のセラフィムコードはこれ。私の伝説はこれから始まる。出てきた。なんだよそのクソダサいセラフィムコード。あなたたちなら意のままに操れるはずよ。行動開始。キャンサーは強固な外核に覆われているわ。外核を破壊してからでないと本体に効果的なダメージを与えることはできないの。まずはその破壊を目指しなさい。ほらよ。当たれ。おっと、よっこらしょっと。筋はいいわね。ただ敵は1体とは限らないわ。あなただけじゃなく仲間と協力して戦いなさい。頑張りどころね。好きにはさせねえ。さすが。一気に畳みかけようぜ。好きにはさせねえ。やるじゃん。あんま張り切りすぎだよ。やっちゃうやっちゃう、やらせて。みんなにこの力を。この華麗なやり方こそカレンちゃんの美学。みんなは無事？総員無事です。それは何よりだわ。なんだかロックなことになってたな。ロックどころじゃねえ。いきなりの実戦で命がけだったわ。キャンキャンうるせえやつだな。普段もっとうるせえ音楽聴いてんだろ。変なところで冷静だな。感心するな。突然でびっくりしちゃった。お前一番活躍してたやつじゃないか。すげえノリノリで戦ってたような気がしたんだが。でもこうしてみると
可愛い。お二人ほどでは。謙遜しちゃってまあ、性格もおしとやかだな。いや、こうして見ると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。朝倉カレン、 FPS 系のゲームが得意なだけの普通の元女子高生。それが実戦でも役立ったってか。だと思う。ね、今のが敵ってわけ？ああ、 NASA が世界中で確認した14の飛来物から湧き出てきた地球外生命体だ。私たちオーキッドが掴んでいた情報によるとな。へえ、そっちのオーキッドもすげえんだな。そっちはうるさいだけだろ。そんな情報通だと消されるわよ。あんたは？名前言うわけないじゃない。だって諜報員なんだも東条だよな。の。なぜそれを。さっき東条と呼ばれて返事してたから。やるわね。いや、すごいイージーミスだから。諜報員だったらこの状況のことちょっとは知ってるんじゃないか。本当の声を聞かせておくれよ。敵は宇宙という体内に発生したがん細胞。そこからキャンサーと呼ばれているわ。いや、ここはカニしゃぶだろ。残念、食べられないわ。何に対して嫌って否定から入ったんだ。カニか、食べたいな。それもカニ好きがいいから。それ誰が言った？いや、誰も。私が思っただけ。ちゃんと述べろよ。頭おかしいやつみたいになるぞ。デヘペリンか。なんだそれ、流行ってんのか？初めて口にした。続けていい？ああ、なんだこの不思議な遠回りは。キャンサーにはこれまで人類が生み出してきた兵器による攻撃が一切通じなかった。その結果、人類は敗退を繰り返し、地球上の陸地の大半が彼らに支配された。日本も例外じゃない。九州と北海道が壊滅し、この国も敵の手に落ちようとしていた。けどその寸前に人類は新たな兵器を開発した。それがセラフ。セラフを使うことでなんとかキャンサーを水際で食い止めることに成功。ここから人類の反逆が始まろうとしているの。その象徴となるものが基地に設置された人類残像メーター。これは日本に今生き残っている人々の数を集計したもので、時計塔に表示されている。もともと1億2000万あったはずの数値も今では800万ほど。この数値がゼロを示した時が人類の完全な敗北を意味する。けど裏を返せば、この数値が増えることは人類の復興と同義。キャンサーを全て排除し、この数値を1億2000万まで戻すことが私たちの最終目標よ。さすが諜報員、詳しいな。さっき司令官が説明していたのを繰り返しただけよ。私もさっき初めて知ったわ。びっくりしたわ。たまげたわ。軽く度肝を抜かれたわ。有能そうで有能じゃない。どうしてその最新の兵器であるセラフを何の経験もない私たちが扱えたのかしら。とにかくもっと調べないことには謎だらけね。それだけは言えるわ。それしか言えないんだろ。侵入隊員と見受けられるが。うわ、貴族のような人が現れた。前線で戦ってくれてた人だろう。後方支援してくれたのはお前たちか？いいえ、なんで嘘言うんだよ。あたしら頑張っただろ。実感がなくてさ、まるで漫画の世界みたいだったじゃん。まあ気持ちはわからないでもないけど、間違いなく現実だったよ。ほう。今期の新入隊員たちはやるみたいだな。行くぞ。やるじゃないか。見込みはあるな。何今の個性派集団、どちら様だったの？先輩方らしい。ここに長くいるとあんなんになっちまうのか。威圧感がすごかったわね。でも先頭の人はなんだかかっこよかった。あなたたち整列しなさい。え、私ら？今日はよくやってくれたわ。でも明日からはちゃんと兵士としての訓練も行いますから、その自覚を持って行動するように。茅森さん、
あなたを第31衛部隊の部隊長に任命します。全員入社したら私に報告して。残念。私は群れるのは苦手でね。一匹狼がお似合いなのさ。人類の存亡がかかってるんだから群れろよ。一つになる時だろってこれ言うの2度目だよ。柄じゃないんだけどな。こいつじゃダメ？私？こんなまとまりのない連中を？ったく仕方がないわね。他にできそうな人もいないようだし、みんながそこまで言うなら。不適任。ダメ出しされた。超かっこ悪い。そもそも拒否権はない。やりなさい、茅森部隊長。じゃあ役不足ながら部隊長を務めさせていただくとする。役不足の使い方おそらく間違ってるからな。今から宿舎に行って自分の部屋と装備品を確認しておくように。それから電子軍人手帳は肌身離さず所持しておきなさい。女同士で愛し合っている時も。完全防水加工がされているので、どれだけ汗に濡れても大丈夫よ。すごい。突っ込まずに真顔で返した。あと基地内ではナービーと呼ばれる生き物に出くわすけど、温厚で特に危険はないわ。だからといって決して存在には扱わないように。ではご案内します。宿舎へは基地をぐるっと回って向かいます。案内します。行きましょう。どんな宿舎なんだろう。ねえ、あれは何かしら。ねえねえ、時計塔の下に見える00806530って数字は何？人類残存メーターです。日本に今どれだけの人が生き残っているかを示しています。ああ、諜報員が言ってたのはこれか。正確には司令官だけどな。道場は復唱しただけだ。こうして数字にして突きつけられるとなんだか怖い。これを守って増やしていくのが私たちの役目ということね。では宿舎にご案内します。どうやって人数を数えてるのかな。カウンターをカチカチさせてるんじゃない？野鳥の会の人みたいに。んなわけあるかよ。あいつら同期みたいだな。戦ってた子たちだにゃ。なんか視線を感じない？新人が気になるんだろう。後方支援ご苦労だったな。この奥はヘリポートだ。宿舎に行くならそっちだぞ。司令官に認められたらお前たちにも専用機があてがわれるだろう。楽しみにしているぞ。共に戦場を駆け抜ける日を。ではまたな。ヘリコプター楽しそう。そうか？優しい先輩もいるんだね。また今日が終わっちゃうね。明日も楽しみでけーす。うわ、こいつらか。さっき言ってた星のナービーってやつは。星のとは言ってなかったろ。言ってたらちょっとした問題だぞ。すごい跳ねた。見た目以上に身軽なのね。あっちにもいるし、そこらかしこにうようよいるみたいだな。何のためか調べる必要があるよね。諜報員ならすでに知ってろよ。そういうのをこっちは期待するだろう。どこからやってきた生き物なのかな。それは私の予想ではこうだ。
町おこしのためゆるキャラ化されて、町おこしのためゆるキャラ化されて、町自体が壊滅してるのにあるか。そんな世界だったのか。しかもゆるキャラは架空のキャラクターだろ。こいつらは本物だぞ。宇宙からだったらこんな不思議な生き物だもの、ありえそう。それが言いたかったんだよ。さすが私だ。決して町おこしのためではないからな。おかしな人。お前も多分相当だからな。宿舎は奥の坂を下ったところのあれです。それぞれあてがわれた部屋で夕食まで待機してください。はいはいっと、行こうぜ。ああ。ってちょっと待て。なんで私たちはこの4人で行動してるんだ。はあ？急になんだよ。何か問題が？いつ仲良くなった？さっき。そりゃお前には私から話しかけたけどさ、名前すら知らねえよ。ああ、私は茅森ルカ。茅森ルカ、聞いたことあるな。まさか下の字って月に歌って書かないよな。書く。もしかして歌めっちゃうまかったりしないよな。それだけは自信ある。まさかシーズレジェンドってバンドにいなかった？いた。聞いてたー！お前の音楽私聞いてたー！シーズレジェンドのボーカル！よく見たら顔が本物！雰囲気違うから今気づいた！エモーショナルロックバンドシーズレジェンド。作詞作曲もこなすそのボーカルは年派もいかぬ女学生だった。メジャーデビューアルバムはその年の新人賞を総なめ、天才という言葉を欲しいままにした。だが翌年には突然の解散。文字通り伝説となった。解散理由はメンバー間の音楽性の不一致。最後だけ違う。収入格差。違う。男女関係のもつれ。違う。ヒント。情報員なのに当てに行くなよ。知ってろよ。才能の枯渇。いいよ。知らなかったら諦めろよ。数打つなよ。ここまで出かかっているのに。そういうのいいから。そんなすごいやつと一緒だったとはビビるな。残る2人は？朝倉カレン、 FPS が得意なだけのゲーマー。東條司、ある組織に所属する諜報員よ。私は泉由紀、それなりのハッカー。よし、これで仲良しだな。ノー！まだノー！自己紹介しただけ！お前の仲良しはハードルが高いな。お前が低いんだよ。それにお前、私は群れるのは苦手でね。一匹狼がお似合いなのさ。って言ってただろ！さっきはそんな気分だったんだ。すごい気分や！このナービーってのかわいい。部屋に連れて行ってもいいかな？いいんじゃない？連れてこうぜ。かわいいカレリンがかわいいナービーを抱いて寝る。これは燃える。正体不明生物と寝る気か！温厚で特に危険はないわ。だからといって決して存在には扱わないように。お前の口からは本当に新情報出てこないな。それも今さっき聞いたのを繰り返しただけだろ。あなたにもナービーあげたい。いらねえよ。しかもなんでちょっとチェルシーなんだよ。カレリンに強く当たるなよ。なんで朝倉の味方になってんだよ。可愛いから。それだけでかよ。ひでえ差別だな。なんやちやほやされて相変わらずやな。こんなところでもスター気取りか。
注文したピザ届いたか？お前にはこいつがピザ屋に見えるのか。すごい目してるな。うちのこと忘れたとは言わせへんで。なんだ、茅森の知り合いか？おい諜報員、情報。シーズレジェンドのローディーで主にギターを渡してた子。よーい久しぶり。全然ちゃうわ。ヒント。知らないなら諦めろよ。ここまで出かかってるのに。お前もう十分馬脚表してるからな。ならヒントや。親切だな。東に天才ロッカー、西にはローディー。遠すぎるわ。関西から楽器渡しに行くか。諜報員が知らないんだからよっぽど無名なんだろ。どこの諜報員か知らんけど仕事サボっとんちゃうか。あなたね、なんや。このナービー目が綺麗。言い返せよ。屈辱的やけど自分で言うしかないようやな。かわいそうに。答えは西には天才サイキッカーや。うちは天才サイキッカーの相川めぐみや。そんなやついたか情報通。いや、関西のことはちょっと。あと情報通じゃない、諜報員よ。お前情報通ですらないからな。知らないみたいだ。じゃあな。またんかなんだよ。うちが関西で天才サイキッカーやっとんのに似た感じの天才クールビューティー風のキャラで全国的にブレイクしよってからに、そのせいでうちの存在がどんだけかすんだ思とんじゃ。ひどく興奮している様子だ。ここは落ち着かせる言葉を考えよう。天と地ほどの圧倒的才能の差だ。天と地ほどの圧倒的才能の差だ。すげえ煽るじゃねえか。自分喧嘩売ってるんか。あれ、思ってた反応と違どんな反応期待してたんだよ。う。いや、興奮してたから落ち着いてくれるかなって。完全に煽ってたわ。デヘペリンか。それ流行ってんのか？この言葉を発したのは人生で2度目だ。ああ、聞いてたよ。今のなんなん。場を和ませる魔法の呪文。和むか。ここで太田が100年目直接対決や。うちのサイキック浴びせたんで。来いよ。待たれるがいい。なんやちびっこいの邪魔すんなや。巻き添え黒瀬怪我しても知らんで。その勝負、戦艦こてつ丸の元艦長、この国見たまに預けてはくれませんか。今度はコスプレか。キャラが豊富だな。どこからこんな空気を読まない子供が入ってきたのかしら。でも可愛い。この格好は元乗組員に着せられているだけで正直恥ずかしいですけど。早うち帰れや。いいえ、せめてこてつ丸の元艦長であった誇りを忘れず規律を正していきたいと思います。私の記憶が確かなら、こてつ丸はコンピューターが動かしてたはず。それはあまりに私の見た目が幼稚だったため、そういう風に報じられていただけです。だったらあのオホーツク海の惨劇の生き残り？どういうことだ？私も聞きたい。諜報員なら知ってろよ。かつてキャンサーに対抗しようとアメリカ軍を中心に連合艦隊が組織されたが敗れ去ったという悲劇があってだな。こてつ丸はボロボロになりながらも唯一帰還できた戦艦で、その艦長さんなんだと。へえ、ならよっぽど頭ええんやろな。円周率答えてもらおうか。知らんとは言わせへんで。答えはこいつが知っとる。自分で答え合わせしろよ。人の脳を頼んなよ。いいですけど永遠に終わらないですよ。3.1415963589793932384626433832795028。待て、早い。わからんよう早口で言うたが正解やっちゃな。早かったけど合ってる。どっちも天才か。では2の兵
方向も答えておきましょうか。 1.41223050488016880242168872420969。いや、それは私すら知らないから。うっせや、こんなちびっこいのがそない賢いんか。ということはロリキャラだ。だとしてもお前が喜ぶべきポイントではないだろ。いや、あたしらこんなんだからさ、こういうちっちゃい子が一人いると安心すんじゃん。誰目線で言ってんだよ。というわけでよろしくな、ロリキャラ。違います。国見タマです。よろしくお願いします。タマってどう書くの？カタカナですけど、猫の名前みたいなんで、できれば名字で呼んでください。あ、タマ館長だ。お久しぶりです。頑張ってください。ほら、タマって呼ばれてる。いえ、今のはそのたまたまたまタマだった？たまで、そう、たまたまで、普段はタマではなくタマ館長で。でも今は館長じゃないんだろ？そうですけど。じゃあおたまさんって呼ぶ。館長じゃなくなったから言い返せない。受け入れざるを得ない。いや、ずっとタマ館長って呼ばれてたんなら今更だろ。変にちゃちゃ入れられてしらけたわ。この辺にしといたるわ。この辺も何も文句言っただけで何もしてないからな。ちびっこいののおかげで命拾いしたな。次会うたら強烈なサイキックお見舞いしてるさかい、覚悟しときや。ああ。ちょっと一人で考え事がある。各自部屋で待機って言ってたけど、ここで休んでから部屋行くよ。ちょっと一人で考え事がある。このままでは館長としての威厳が、さっきのはたまたまで。ナービー、お部屋に連れてってもいいかな。豪華すぎる。資金源が気になるわね。他に回すお金は潤沢にあるのかしら。いつか絶対にうちのサイキック浴びせたる。よし来い。うせやん。なんで自分らと同じ部屋やねん。もしかしてこの6人で 31A ということ？うん、部屋の前にネームプレートを貼ってあった。情報員のくせにボートついて入ってくんなよ。つぶさに見ておけよ。だから挨拶に参ったのですけど。UNOやろうぜ。そんなの持ち込んでたのかよ。それより先にやるべきことあったはずだろ。ないよ。ドローワイルドドロー2チャレンジ。なんだよ、相変わらずケンケンうるさいやつだな。お前私のファンだったんじゃねえの？そうだった。だがそんなやつだとは思ってもみなかった。うちのファンになるとええで。ファンを大事にするんだ有名や。眠れん夜も催眠術で気持ちようおねんねさせたるわ。その後も何かされそうで怖いわ。いやいや、茅森、各自備品を確認しろって言われてたろ。なんだよ備品って。靴下とかブラとかパンツとかか？そうだよ、そういうのも込みでだよ。なんでちょっと変態チックなんだよ。このポーチは何かしら。全員に一つずつあるみたいだけど。水と携帯食料だな。今食おうっと。食っちゃダメ。それも備品だから。
なくなりゃまた支給されるだろ。なんでなくなったか説明できないだろ。腹減ったから食いましたって言う気か。絶対怒られるぞ。わかったよ。ほら、みんな足りないものがないか確かめろ。そうしまし靴下、ブラ、パンツ OK と。だからなんで変態チックなんだよ。何があればええんかもようわからんわ。そっちはバカか。これはここにと。何しれと設置してんだよ。スピーカー。は？モバイルスピーカーの中じゃこいつがピカイチなんだ。どんな場所でもこれ一つでモッシュにダイブにランチキパーティー会場と化す。かさせるな。流す音楽選べ。じゃない。この6人の中でツッコミが私一人だけって、この先精神が持つのかものすごい不安になってきた。私がいるじゃないですか。いやいや、ボケの自覚ないのか。いいよいいよいいよ。いや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 、お前ら何イヤイヤ合戦やってるんだ。もう確認は終わったのか。本日入隊をされた皆様はカフェテリアにお集まりください。夕飯の用意ができています。おっと、もうそんな時間か。ちょっと寄ってくか。なんで仕事終わりのサラリーマンみたいになってんだよ。UNOやってただけだろ。うまいもん食えるといいけどな。これでも軍事施設よ。期待しない方がいいわ。病院食よりはマシな程度ね。覚悟しておきなさい。うわー、バイキングじゃん。豪勢。美味しそう。めっちゃ簡単やんけ。東条、お前が意味があることを言う日は来るのか。欲しかっどこがだよ。全然だよ。すげえごちそうだよ。おいおい、これとこれ足したらのり弁になるぞ。すげえテンション上がる。これだけ豪勢なのに何が悲しくてそんなしょぼい組み合わせをあえて選ぶんだよ。じゃあさらに上からカレーかけてカレーのり弁にしちゃうぞ。あんまり変わってないから。脳足りんなんは相変わらずやな。は自分の愚かさに気づいてへんアホに教えたるわ。あ、なんだよ。ええか、バイキングでカレーはお腹をいっぱいにするためのトラップやで。そんな。そこまでショック受けるなよ。麺類もそうや。次刀削麺食おうとしてたよ。刀削麺なんやそれ。知らないのかよ。片手に生地片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつだよ。アホか。んな珍しい麺料理置いとるか。それにな、そんなん相手の思うつぼやで。その相手って誰だよ。私らは何と戦ってんだよ。最初はな、こうやって一つの料理につき一口分だけを持ってこいな。こんな風に。この盛り付けを見たらな、店側は真っ青や。ここ店じゃないからな。この軽さにこだわった生地と濃厚なクリームのハーモニー。いきなりロールケーキ食ってんのかよ。これ晩飯だからな。この煮しめしっかり味がしゅんでる。今度はいきなり実家っぽいよ。それとお前もやっぱボケだからな。自覚しろ。なんだってあるじゃないか。もしかして私らすげえ特待生なんじゃ。この不自然なまでの艦隊ぶり、裏があるとは思わないの？私売れっ子ロッカーだったし。なら相応なもてなしね。いただきましょう。不思議に思え。疑い続けろ。一般人かと叫び散らしてる泉だってさっきから腹の虫が鳴ってんの聞こえてんだぜ。私の耳は特別なのさ。そりゃ腹が減っては戦はできぬだからな。私だって食べるよ。私が選んでやるよ。これとこれとこれとこれ合わせてみろよ。
あらゆる足が生えた生き物丼になるぞ。やだよ、なんかトラウマになりそうだよ。その時の彼女たちは知る由もなかった。この中の一人が明日にはもういなくなることを。なんかナレーションが聞こえたような。しかも超不吉な。誰が言ったんだ？カレリン？じゃあ諜報員？違うわ。おたまさん驚かすなよ。あんな声出るのかよ。違います。じゃあ誰だって言うんだよ。今の声が誰のものでもないなら一つだけ可能性が思いつくわ。なんだよ。もう一人の招かれざる客人。なんだってんだよ。座敷わらし。妖怪の存在を信じるな、諜報員。他に何が考えられるの？とりあえず妖怪は考えられないから。ならお手上げ。全く見当もつかないわ。ほんと使えないな。このナビが喋ったとかは？そんな人間のような発生期間があるように見えるか。ないか。お話できたらいいのにね。なあ。あの制服は後を追ってみよう。おや、お前は確か茅森とか言ったか。尾行ついでに研究棟の中までつけてくるとはよほど気に入られたものだな。私は樋口聖華、セラフを研究している。そしてここはその最前線となっている科学技術研究所だ。近いうちお前らは私の手のひらで踊ることになる。何？研究の内容が知りたい？いいだろう。隠すようなもんでもないしな。凡人にもわかるように言うと、スパコンによるセラフマッチングシステムだよ。そこの検査台に立って目を閉じて深く息を吸う。お前はすでに会ったことがあるやつもいるだろう。意識の根底に眠っているだけ。さあ思い出せ。深く息を吐きながら思い出せ。ただ忘れているだけ。そうだ、思い出せ。どうだ、未来は見えたか？電子軍人手帳でも体験できるようにしてやろう。暇な時にでも眺めてみるといい。いい湯だった。風呂も温泉みたいで最高じゃん。コーヒー牛乳まであるし完璧ね。風呂上がりだと暑い。ならそんな重ね着しまくってるマント脱げよ。それは違うと思います。何がだよ。きっと私が言ってることの方が合ってるよ。おかしい。なんだよ。ねえ、みんなもおかしいと思わない？思わない。なら気のせいね。コーヒー牛乳いただこうっと。自分の直感を信じろ、諜報員。私？そうだよ。なんだよ、何がおかしいと思ったんだよ。いえ、大したことじゃなかったわ。まあ実際大したことないんだろうけどさ、言いかけてやめられるのすげえ気になるから最後まで言えよ。なんだったかしら。そうだねえ、みんなおかしいと思わない？大したことじゃないだろうけど聞いてやろう。言ってみろ。ここに来て一度も男の人に会ってない。あれ？本当だ。すっごい重要な疑問だった。そもそも軍なのよ。どうしてみんな揃って女性なの？そんなん簡単な話や。なんだよ。うちらの才能が男に勝っとんのや。なるほど。
私たちも捨てたもんじゃないわね。腑に落ちるな。誰も気づいていない諜報員っぽい疑問を呈してそこまではよくできましただったのに。じゃあどうしてだって言うんだよユッキー。なんだよそのユッキーって。泉ユキなんだろ。いいじゃんユッキーで。ニックネームってことか？そう、私のことはルカでいいよ。は？なんだよ、私ら友達みてえじゃん。最初に話しかけてきたのはそっちじゃねえかよ。そうだったな。話を戻していい？お前に言われるとは思わなかった。ひどく哀れな気分だ。どうして女子しかいないかって？男子宿舎と別れているだけなのでは？入隊日すら男子と分けられてるっていうの？そういや、あの場にも男子はいなかったな。米軍ではずっと昔から同じよ。分けることの方がセクシャルアサルトとなり批判の的となるわ。果たして世界が許すかしら。今のお前すごく諜報員っぽいよ。それを維持し続けろよ。じゃあなんだって言うんだよ。考えられる可能性が一つだけある。それだ、来いよ。確信ついて来いよ。私たち6人はアイドル的に地球を守る的な？やっぱりアホだった。その可能性だけはあれへんわ。うちは黙っとったら美少女やけど、そっちのロッカーさんは首の下から足の先までど田舎の芋娘丸出しやで。顔がイケてんのは認めるんだな。まあ明日から訓練も始まるんだし、隙見て教官にでも聞いてみたらわかるだろう。そんな簡単に口は割らないと思うけどな。寝るのも6人でか。同じ天井見上げてさ、修学旅行みたいだな。恋バナでもするんか？そんな思い出あったっけかな。すごく遠くに感じる。こんな時代だものね。ずっと一人で寝ていたからこんなの初めてです。お前帽子かぶったまま寝るのか？それは体の一部で外れないのか？起きてもかぶってたら奇跡だと褒めたたえたいくらいだ。いいこと思いついた。ナービー枕にしたらめっちゃ寝心地いいんじゃね？ダメ。ちょっとぐらいいいじゃんよ。存在に扱うなって言われてたろ。それに朝めっちゃ早いんだからおとなしく寝ろよ。はいはーい。あれ、目が冴えて全然眠くならない。お前本当にあれで効率のいい睡眠とってたのかよ。すげえな。仕方ない。遊ぼうぜ。スカッシュとかさ。こっちは眠いんだよ。いいから黙って目閉じてろよ。なんでこんな夜にスカッシュなんてアグレッシブな運動しなきゃならないんだよ。わかったよ。やれやれな一日だったな。朝、目覚めるたびに一人ずつ消えている。そんなゲームがこれから始まる。そんなゲームが始まるの？ユッキー、お前が一番うるさいからな。いい加減寝ろよ。今のセリフ聞いてよく平然と寝られるな。みんな寝てるし、誰かの寝言だろ。いろんな意味で怖い。何が始まるんだよこれから一体。いいけど何を？ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。なんだよ、素人にはギャーギャー騒いでるように聞こえるのかよ。聞こえるよ。それ以外に何に聞こえるんだよ。ギャイアグレイボドドドドは魂の叫びだよ、このクソが。いやいや、今時の若者のように唐突に切れるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。出撃って？
そのままの意味。これから出撃して敵を足止めしてもらうわ。いける。急に動員されたってのにもうやる気かよ。すげえなお前。ではご案内します。美人。お二人ほどでは。謙遜しちゃってまあ、そんなところも可愛い。いや、こうして見ると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。華奢だ。そう、こうして見ると印象が違いすぎる。なんだこの違和感は。カニか。食べたいな。残念、食べられないわ。真剣に答えるなよ。そんな緩いシーンじゃないだろ今。それもカニ好きがいい。残念、食べられないわ。なんでそれもうつけたんだよ。会話上食う流れにはなってなかったろ。私の中ではなってたんだよ。お前の中だけでなるなよ。頭おかしいやつみたいになるぞ。はい。なんで丁寧なんだよ。私に言われても。お前が言ったんだろ。了解であります。あれ、お前そんなきっちりしたキャラだったか。で、拙者は何をすればよいのでござるか。なんで武士みたいになってんだよ。それに今全員入社したら報告しろって指示があったばかりだろ。だって柄じゃないんだもん。速攻で馬脚を表しやがったな。代わりにこいつじゃダメ？用を足す時も？ええ、完全防水加工がされているので水没しても大丈夫よ。風呂に入る時も？ええ、完全防水加工がされているので湯に突っ込んでも大丈夫よ。宇宙から UFO に乗って。宇宙から UFO に乗って。確かにこんな不思議な生き物だものね。ありえそう。敵も宇宙から来てるんだからそうかもな。的確な答えすぎてみんなからの評価が上がった。上がるか。誰でも思いつきそうな答えだったわ。めっちゃ考え抜いた答えだったのに。海中からタクシーに乗って。海中からタクシーに乗って。どんなタクシーだよ。こんなご時世だから。どんなご時世でもタクシーは海中を走らねえわ。鋭いツッコミ。めっちゃ考え抜いた答えだったのに。宇宙からタクシーに乗って。宇宙からタクシーに乗って。どんなタクシーだよ。こんなご時世だから。どんなご時世でもタクシーは宇宙を走らねえわ。鋭いツッコミ。めっちゃ考え抜いた答えだったのに。宇宙からゆるキャラ化されて。宇宙からゆるキャラ化されて。すごいところから選ばれたな。こんなご時世だから。こんなご時世にこいつらがゆるキャラ化されて何かが活性すると思うか。あたしらのテンション。そりゃよかったな。海中から UFO に乗って。海中から UFO に乗って。 UFO は飛行物体だから海中からは来れないからな。宇宙からだったらこんな不思議な生き物だもの。ありえそう。それが言いたかったんだよ。さすがあたしだ。フライングの意味勉強し直そうな。海中からゆるキャラ化されて。海中からゆるキャラ化されて。海中にもいないだろうしゆるキャラでもないわ。全てを否定された。めっちゃ考え抜いた答えだったのに。宇宙からだったらこんな不思議な生き物だもの。ありえそう。それが言いたかったんだよ。さすがあたしだ。何一つかすってないからな。町おこしのため UFO に乗って。町おこしのため UFO に乗って。人類はすごいオファーを出したな。こんなご時世だしありそうじゃん。町自体が壊滅してるのにあるか。宇宙からだったらこんな不思議な生き物だもの。ありえそう。それが言いたかったんだよ。さすがあたしだ。決して町おこしのためではないからな。町おこしのためタクシーに乗って。
町おこしのためタクシーに乗ってこんな生き物がどうやってタクシー止めるんだよ。ボンネットの上に飛び乗る。タクシー自体がもう走っていないようなご時世なのにあるか。しかも街自体も壊滅してるからな。宇宙からだったらこんな不思議な生き物だもの。ありえそう。それが言いたかったんだよ。さすがアトシだ。何一つかすってないからな。なんだよ、また新キャラか。今日は大変だな。初日だからな。うちのこと忘れたとは言わせへんで。ロッカー特有のサイキック能力の差だ。ロッカー特有のサイキック能力の差だ。ロッカーが全員サイキッカー前提なノリで言うてくんなや。ないやろそんな能力。ないね。だったら何の差だろうね。もともと関西出身ちゅうんが不利なんや。関東生まれはええな。ますます興奮させてるじゃねえか。なんとかしろよ。天と地ほどのサイキック能力の差だ。天と地ほどのサイキック能力の差だ。まさか自分もサイキッカーやったんか。いや、私にはそんな才能皆無だからすごく差あるじゃん。ややこしいこと言うな。一瞬目が飛び出るほどビビったやろ。それは単に努力の差だ。それは単に努力の差だ。うちが努力をちょっとでも怠ったんよんかい。いや、私の方がちょっとだけ上回ったっていうか、それは単に圧倒的才能の差だ。それは単に圧倒的才能の差だ。すげえ煽るじゃねえか。くっそムカつく。それは単にサイキック能力の差だ。それは単にサイキック能力の差だ。自分はロッカー使えんやろ。そうだね。だったら何の差だろうね。天と地ほどの努力の差だ。天と地ほどの努力の差だ。すげえ舐めた発言だな。こっちも死ぬほど努力しとるわ。ロッカー特有の努力の差だ。ロッカー特有の努力の差だ。サイキッカーもそれなりに努力しとるわ。ロッカー特有の圧倒的才能の差だ。ロッカー特有の圧倒的才能の差だ。そこまで侮辱されたんは生きててこの方初めてやわ。敵だ。違います。味方です。同じセラフ部隊の配属となりました国見タマです。よろしくお願いします。よろしく。タマってどう書くの？味方だ。同じセラフ部隊の配属となりました国見タマです。よろしくお願いします。よろしく。タマってどう書くの？私は出ていくよ。一匹狼がお似合いなんでね。また気分変わった。コロッコロ変わりすぎだから。お前が隊長なんだろ。そういやそうだったな。よし、UNOでもやって親睦を深めるか。解散原因はその超気分屋な性格のせいじゃねえの。食べに行くか。動いて腹減ったもんな。UNOやってただけだろ。ハンバーグカレーになるぞ。すげえテンション上がる。すげえカルボナーラ食おうとしてたよ。そんなん相手の思うつぼやで。特製うなのり弁当になるぞ。それなら普通にうなぎ弁当を食いたいよ。白身魚のフライいらないだろ。フライも食べたくなるだろ。うなぎだけを堪能したいよ。うなカレ牛丼になるぞ。一つ多いよ。かつて外食チェーン店で受け入れられてたのはうな牛丼かカレ牛だよ。3つ目足すのはまだ早えよ。思う。あなたも気づいていたの？はあ、卓球するところがない。そう。温泉宿にはつきものなのにね。コーヒー牛乳いただこうっと。お前の抱いた疑問はそれで合っていたのか、情報員。
私？そうだよ。何がおかしいと思ったんだよ。卓球するところがないことじゃないだろ。そうなのだけど大したことじゃなかったわ。